はいどうもしんです。本日もアークサバイバルアセンリットをやっていきます。本日はですね、衛星チュートリアル、衛星とはをお送りいたします。アークサバイバルアセンリットになりまして、ストーリーマップエクスティンクションまでが公開されました。ここまでにかなり新しい機能が追加されまして、以前の ASE から大きく変わった面が多々出てきております。ASA を機会に始められている方っていうのも多くいらっしゃるかと思いますので、また今後もですね、モッドマップたちや追加のストーリーマップ、ロストコロニーやジェネシスなども出てくるにつれて、新規で始められる方っていうのも多々増えてくるかと思いますので、まずは ASA とはどういったゲームなのかからですね、初心者向けに一から詳しくチュートリアルをお送りしようかと思います。第1弾として、この ASA とはどういったゲームなのか、またどういう楽しみ方があって、どうしていけばいいのかというお話をしていこうかと思います。今後ですね、それに合わせて、それぞれの詳しい内容、遊び方、チュートリアルなどをお送りしていこうかと思っておりますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。では本編どうぞ。ではですね、まずどういう形でお伝えしようかと思ったんですが、おそらくマインドマップの方がわかりやすいかと思うので、この形でご紹介していこうかと思います。合間ですね、画像などを含めてご紹介していければと思います。まず以前にですね、アークサバイバルエボルブドというのがございました。主に恐竜サバイバルとしてですね、スタジオワイルドカードが出したゲームでございまして、すでに8年、10年ぐらい経ってるのかなのゲームでございます。これも現状は動いておりまして、人気を博しているゲームとなっております。ただし問題がありまして、10年以上前のゲームなんですが、やっと今の PC で通常のゲームができるぐらいハイスペックを求められるゲームでもあります。そしてですね、そこからゲームエンジンを実進してグラフィックであったりゲームシステムをいろいろ改善したリマスター版としてアークサバイバルアセンリットが出てきました。これもまたかなりハイスペックを要求されるゲームになっておりまして、現状出ている最新の PC でも最高画質で楽しむことが難しいゲームになっております。大きく変わったのがコンソール版とクロスプレイでできるようになったことによってですね、結構コンソール版の人もですね、低 PC 使ってるよりは通常できるようにはなるんですが、コンソール版でもハイスペックで楽しむというのは難しいゲームになっております。これに関してはですね、今後アップデートの予定がありますので、少し改善される予定がございます。詳しくはですね、主に土曜日に行っておりますアークニュースの方で随時お伝えしておりますので、興味ある方はご確認いただければと思います。現状は4月5月ぐらいにですね、大きなアップデートがありまして、夏にも低スペック向けにですね、少しグラフィックを簡単に今の設定だけじゃ落とせないぐらいまで落とせる設定がですね、実装される予定となっておりますので、なかなかですね、スペックが足らずに楽しめなかった方もですね、衛星を楽しめるようになるというものになっております。ちょっと前置きが長くなってしまいましたが、ここからですね、ASA とはというところになりまして、アークサバイバルアセンリットの頭文字を取って ASA となっております。それに対して以前のアークサバイバルエボルブドを ASE と呼称するようになりました。簡単に言うとですね、いろんな楽しみ方ができるサバイバルゲームとなっております。かなりいろいろ楽しめるゲームになっておりますので、普通にクラフトが大好きな方に関しても楽しめますし、生物や育成などを楽しむ方も多くいらっしゃいます。その他ですね、PVP、FPS が好きな方であったり、結構いろんなジャンルでそれぞれ楽しんでいる人が集まってくるようなゲームになっております。それぞれ自分で楽しみ方を見つけるゲームでもあるので、自分に合った楽しみ方を見つけていただけると一生遊べるゲームというものになっておりますので、また新しい楽しみ方っていうのもですね、どんどん見つけれるゲームになっておりますので、ぜひ自分に合った楽しみ方を見つけていただければと思います。
そしてですね、ここで大きく要素として分けると、建築、テイム、冒険と3つに分かれます。建築に関してはですね、素材を集めて建物を建てていくというものになるんですが、これかなりエンドコンテンツ並みにいろんな深い要素がございますので、別途ですね、建築チュートリアルという形で別枠で建築に特化したチュートリアルをお送りしていこうかと思います。カスタムコスメなどもございましてですね、ASE とはまた別の意味でですね、奥が深い建築になっておりますので、ただかなりですね、初心者の方でも建築がしやすいシステムになっておりますので、その辺も含めてご紹介していこうかと思っておりますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。すでにいくつか出してますが、再度基礎からですね、やっていこうかと思っておりますので、よろしくお願いいたしますと。続いて、テイム。これに関してはですね、奥が深いものになっておりまして、まず大きく分けるとですね、好きな恐竜、カラーなどを集めるという部分で、各種ホリデーイベントと呼ばれるですね、4月ですとイースターイベントであったり、有名なところで行くとバレンタインやクリスマスや各種ホリデーイベントに関してですね、特殊なカラー、イベントカラーがですね、適用された恐竜たちが出てきますので、そういった好きなカラーなどを集めるというのも一つの楽しみ方になっております。それとは別で、さらにですね、その捕まえた恐竜たち、オス、メス合わせてですね、子供を産ませるということも可能になっておりまして、また子供たちにステータスも引き継がれますので、育成していくというものがあります。育成ゲームにもなってますね。そこからですね、好みに合わせてイベントカラーなどの統一をしてみたりとかですね、好きなカラーリング組み合わせてですね、好きな恐竜の好きなカラーリングの生物を作っていくという楽しみ方もあります。そして強い恐竜を作るという要素もあります。これかなりエンドコンテンツの厳しい部分になってくるんですが、強い恐竜を見つけてからですね、ステータスを合わせて変異出しということで、この辺はまた今後ですね、詳しくお話ししていきます。今現状 ASE とシステム的には大きく変わっている部分はですね、一部になっておりますので、以前簡易的にですね、ASA のシステムとご紹介しているものもございますので、気になる方はまずはそちらをご確認いただければと思います。今後再度ですね、詳しくご紹介したものを出していく予定となっております。さらにですね、オーバーフローを使った変異出しというものが出てきます。これはもう一応終わりはあるんですが、終わりのない戦いになってきますね。それと合わせてですね、ASA の場合は厳選テイムというところが入ってきます。より強いステータスを持った恐竜をさらに探すということで、さらに強くしていくということができます。厳選テイムに関してはこの最初の方にも入るんですが、ASA の場合、後からでも厳選テイム必要になってくるので、この辺の詳しいお話はまた今後ですね、出していきますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。続いて、冒険。上記2つを使いつつですね、洞窟やボスの討伐を行っていくということになります。もちろんサバイバルをしつつですね、アークに関してはですね、いろいろなマップがありまして、公式のストーリーマップが現状4つ、その他の通称モッドマップと呼ばれるですね、カスタムマップが今後もどんどん増えてくるマップになっておりますし、ストーリーマップとしても今後ロストコロニー、そしてジェネシスの2マップなども増えていくものになっておりますので、もともと ASE になかったアストレオスなども現状追加されておりますので、今後もまた追加されていく可能性はあります。それぞれですね、特徴のあるマップになっておりますし、洞窟やボスなどですね、討伐をしてサバイバルに役立つテックエングラムというものをゲットすることができるというものにもなっております。主にですね、この3パターンに分かれてチュートリアルとしてご紹介していこうかと思っておりますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。その他ですね、PVE、PVP と分かれておりまして、
対人戦を楽しむ PVP という楽しみ方もあるんですが、私 PVP しないので、そこに関してはですね、別の方、されている方をですね、見つけて、なかなかですね、PVP 他の敵チームにネタがバレてしまうっていうのもあるのでですね、なかなか配信されている方、見つけるのが大変な部分でもあるかとは思うんですが、約1ヶ月ごとのポカリプスサーバーっていうのもございますので、スモールトライブとかですね、いろんな PVP の楽しみ方っていうのもあります。ストサーバーとかもですね、結構増えておりますので、そういったところでお楽しみいただければと思います。基本当チャンネルに関しては、公式の仕様の PVE の内容をご紹介していくことになりますので、よろしくお願いいたします。あとミニゲームとしてですね、クラブアークっていうミニゲームに特化したですね、楽しみ方もありますので、ぜひ自分に合った楽しみ方を見つけていただければと思います。はい、ではいかがでしたでしょうか。今回はですね、簡単に ASA とはというところでご紹介させていただきました。今後ですね、初心者向けに一からですね、詳しく内容をそれぞれ分解してご紹介していこうかと思っておりますので、初心者の方も熟練者の方もですね、楽しめるご紹介ができればと思っておりますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。また、サポートしたいよっていう方はですね、今ちょっとはまだあまり特典用意できていないんですが、メンバー登録も募集しておりますので、よろしくお願いいたします。その他ですね、下の説明欄にあるような Twitter や Discord などいろんなことをやってますので、ね、ぜひアークのサバイバルに役立てていただければと思います。では本日は以上となります。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。